今日は豚こまポテトサラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は豚こまポテトサラダを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、お手軽に買える豚こま肉をたっぷり使った美味しいポテトサラダを作っていきます。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、豚の細切れ肉、玉ねぎ、にんにく、マヨネーズ、お醤油、みりん、料理酒、お砂糖、だしの素、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず、じゃがいもの品種に関してなんですが、今回は男爵芋を使用していきます。男爵芋はね、ホクホクっとしているので、ポテトサラダにはおすすめです。そして豚の細切れ肉ですね。こちらはですね、豚の切り落としでも OK です。そしてニンニクに関しましては、今回生のニンニクを使っていきます。もしない場合は、チューブタイプのニンニクで代用していただいても OK です。その場合は、小さじ1/2ほど入れてみてください。そして味付けのポイントです。今回だしの素を使用していきます。こちらのだしが加わることでとても美味しい仕上がりになります。そしてマヨネーズの量に関しましてはお好みで調整してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにじゃがいもの皮を剥いていきます。皮を剥く時もね、手を怪我しないように注意してください。そしてじゃがいもの芽も必ず取り除きましょう。ちなみに今回ね、2つ使ってるんですが、2つ合わせて約 300g になります。こちらは目安にしてみてください。はい、このように皮を剥いて芽を取り除きます。それではもう一つも同じように皮を剥いて芽を取り除きます。はい、皮を剥きました。そうしましたら続いてじゃがいもを一口大の大きさに切っていきます。こちらは大体で OK です。適当に切ってください。はい、そして切ったらね、ボウルに入れましょう。はい、そしてこのようにね、水に浸して10分ほど置いてアクを抜いてください。それでは続いて玉ねぎです。玉ねぎは繊維に沿って薄切りにしていきます。このね、芯の部分は切り落としましょう。はい、玉ねぎはこれで OK です。それでは続いてニンニクを切っていきます。ニンニクはまず半分に切ります。そしてニンニクの芽を取り除いてください。こちらはえぐみになったり、あとは焦げやすい部分なので必ずね、取り除くようにしてください。そしたらですね、ニンニクはみじん切りにしていきます。粗めのみじん切りで OK です。はい、ニンニクの準備はこれで OK です。それでは続いてお肉ですね。豚の細切れ肉はね、こんな感じでちょっと広げていただいて切ってください。こんな感じでね、広げていただいて、あとは適当に切っていきます。今回ね、細切れ肉なんですが、切り落としでもいいですし、あとはね、豚のひき肉でもいいかなと思います。肉はね、適当にこのように切ってください。そしたらですね、こちらの豚肉をボウルの中に入れてください。そしてね、こちらの豚肉に下味をつけていきます。まずお砂糖とみりん、こちらの2つの甘みを最初に揉み込んでください。この甘みに関しましては、一番最初に入れていかないと甘みが入っていかないので、必ずね、一番最初にこのように揉み込んでください。はい、OK です。だいたい30秒ほど揉み込んでください。そしたら続いてここに料理酒、そしてお醤油を入れます。そして揉み込みましょう。はい、OK です。豚肉はね、このように下味をつけておいてください。そしたらですね、表面にピタッとラップを貼り付けます。そしてお肉は使うまでこのまま置いといてください。それではね、こちら10分経ったので一度さっと水洗いして水を切ってください。そしたらですね、こちらを鍋の中に入れます。そしてじゃがいもが浸るぐらいまでお水を入れてください。
今回ね、じゃがいもはお水から茹でていきます。そうすることでじゃがいもの甘みを引き出すことができます。このようにお水を入れたら、ここからがポイントです。ここにだしの素を入れていきます。このだしの素で茹でていただくことで、じゃがいもに下味がついて全体的に味わい深い仕上がりになります。では入れていきます。そして軽く混ぜましょう。はい、OK です。では今からこちらを火にかけていきます。それではガス台に乗せて火にかけます。火加減は中火です。このまま一度沸騰させましょう。はい、今ね、くつくつ沸騰してきました。そしたら火加減を弱火から弱めの中火ぐらいにしてください。そしてこのままじゃがいもが柔らかくなるまでだいたい10分ほど茹でていきます。はい、10分経ちました。そしたらですね、一度竹串でじゃがいもを刺してきちんと柔らかくなってるかチェックしてみてください。何個かね、刺していただくといいかなと思います。これで竹串がスーッと入れば OK です。そしたら火を止めます。そうしましたら一度こちらのじゃがいもをざるにあけます。ざるにあけたらですね、また鍋の中に戻し入れてください。こちらのね、煮汁なんですが、このままスープとして召し上がっていただけるので、ここに何か具材を一緒に入れて塩などでちょっと味を調整して召し上がってください。そしたらですね、こちらのじゃがいもをですね、軽く炒めていきます。そして水分を飛ばします。そうすることでよりホクホクっとした美味しい仕上がりになります。では火にかけます。火加減中火ぐらいです。このまま加熱していきます。だいたいね、1分ぐらい水分を飛ばしてみてください。はい、OK です。このようにじゃがいもが粉吹き状態になったら火を止めてください。そしたらね、こちらのじゃがいもはボウルに移してください。そしてボウルに移したらじゃがいもが熱いうちに潰していきます。潰し具合はお好みで OK です。今回私は少しね、粗めに潰しました。このようにじゃがいもを潰したら、じゃがいもの表面にピタッとラップを貼り付けてください。これで乾燥を防いでいきます。そしてこのまま一旦じゃがいもはしっかりと粗熱を取って冷まします。それでは続いてお肉などを炒めていきます。フライパンにサラダ油を少し入れてください。そして火にかけます。火加減中火です。このままだいたい30秒ほど一度温めます。油もね、このように全体に広げてください。はい。で、30秒ほど温めたら、ここにニンニクを入れます。そしてあと玉ねぎも加えてください。そしてまずね、こちらの2つを炒めていきます。火加減は中火で OK です。半分ぐらいですね。玉ねぎに火が通ったら、ここにお肉を入れます。そして炒めていきましょう。お肉はね、ほぐしながら炒めてください。あとはね、玉ねぎと絡めながら炒めていきましょう。少しね、炒め始めるとだんだんこうやって水分も出てくるので、最後はね、この水分がなくなるまでしっかりと炒めましょう。はい、OK です。火を止めます。このようにしっかり水分も飛んで、あとはね、玉ねぎがこのようにクタクタになるまで炒めてください。そしたらですね、こちらはバットに開けて冷ましていきます。ではバットに開けます。そしてね、全体に広げましょう。そしてこちらも同様に上にね、ピタッとラップを貼り付けて、このまましっかりと粗熱を取って冷まします。はい、それではね、両方冷めたので合わせていきたいと思います。まず具材を入れます。そしてまずね、こちらの2つを合わせましょう。これね、冷めてからやる理由なんですが、この後最後にね、マヨネーズを加えます。マヨネーズなんですが、熱いうちに入れてしまうと分離してしまいますので、必ず冷ましてから加えるようにしてください。はい、このように混ざりました。それでは最後仕上げにマヨネーズです。そして和えましょう。はい、このようにしっかり混ざれば OK です。最後ですね、ちょっと味見をしていただいて、味のね、調整はお好みで行ってください。はい、これで豚こまポテトサラダの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにお肉もたっぷりで美味しそうに仕上がってます。最後トッピングで分量外ですが、パセリを散らしてます。そして横には彩りで卵を添えてます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。
味わいに深みがあってすごく美味しいです。お酒のおつまみにもぴったりだと思います。そしてまたニンニクが効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚こまポテトサラダのポイントです。まずじゃがいもなんですが、ホクホク系の男爵芋がおすすめです。こちらのじゃがいもなんですが、皮を剥いて一口大の大きさに切ったら10分ほど水に浸してアクを抜いてください。そしてお肉に関してなんですが、適当に切ってその後は下味をつけて置いておいてください。そしてじゃがいもを茹でる時のポイントです。じゃがいもはですね、必ず水から茹でるようにしてください。そうすることでじゃがいもの甘みを引き出すことができます。そしてさらに今回はそのお水にだしの素を加えました。このだしの素を入れて茹でていただくことでじゃがいもに下味がついてとても味わい深い仕上がりになります。この茹で終わっただし汁に関しましてはそのままスープやまたはねお味噌汁の汁として使えますので、こちらも合わせて活用してみてください。そしてじゃがいもはですね、茹で上がったらその後軽く火にかけて水分を飛ばしてください。そうすることでよりホクホクっとした美味しいポテトサラダに仕上がります。そしてその後ですね、お肉などを炒めていくんですが、こちらはですね、玉ねぎがちょっとクタクタっとするぐらいまでしっかりめに水分を飛ばしながら炒めてください。そしてその後ですね、しっかりとじゃがいもと具材を冷ましてマヨネーズと混ぜるようにしてください。このマヨネーズなんですが、熱い状態で入れてしまうと分離してしまいますので、必ず冷ましてから加えてください。こちらのマヨネーズの量はお好みで調整していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚こまポテトサラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。